これはリピートしたくなっちゃいますね。県産の新鮮なフルーツを使ったジェラートというのがおすすめのポイントになってます。こんにちは、KTV です。今日は4月1日にオープンしたばっかりのうなりジェラテリアさんにジェラートを食べに来ました。それでは早速行ってみましょう。すみません、おすすめのジェラートをお願いします。おすすめなんですけど、はい、川口湖産の牛乳を使った富士山ミルク、あと鳴沢村さんのブルーベリーが今おすすめなんですけど。じゃあそれをダブルではいお願いします。お待たせいたしました。ブルーベリーと富士山ミルクのダブルです。はい、ありがとうございます。早速こちらのダブルで頼んだジェラートをいただきたいと思います。こちらが富士河口湖町産の富士山ミルクのジェラートと、こちらは鳴沢村産のブルーベリー使ったジェラートです。ダブルでいただきたいと思います。最初に富士山ミルクいただきたいと思います。いただきます。すごい甘いですね。ジェラートって結構こう口当たりがちょっとなんかこうざらつくじゃないですけど、ジェラートだっていう舌触りがあるんですけど、これすごく滑らかにできてる富士山ミルクのジェラートですね。あっという間に口の中で溶けちゃいました。甘くてすごく美味しいです。ミルク以外何か使ってますか？ミルク 100%。めちゃくちゃ美味しいです。これじゃあ続いてこちらの鳴沢村産のブルーベリーいただきます。果肉がゴロゴロしてて美味しそう。いただきます。すごい果肉が入ってて美味しいですね。こちらもあれですか？ブルーベリーだけで作られてる本来のこのブルーベリーの味が出てますね。で口当たりも滑らかなので果肉のこの粒々がアクセントですごく美味しいです。素材 100% だけって今お伺いしたいんですけど、仕込まれる時はどれぐらい時間がかかるんですか？だいたいジェラート作るのに30分ぐらいで仕上がるんですけど、下準備としてブルーベリーは少し甘みを出すために1回グツグツと煮込んで、そしてそこから冷やして、そしてもう一回ジェラートにしていくっていう作業をしています。なので結構丁寧に作ってるので、トータルでいくと3時間ぐらいはかかる。結構時間かかりますよね。そのブルーベリーも煮込む段階でこだわりとかってあるんですか？果肉は一旦ちょっと少し潰して、そしてそこでグツグツと鍋で煮るんですけども、こだわりとしてはゆっくり煮込んでるゆっくり感じですかね。少し時間をかけて煮込んでる。じゃあちょっとこう時間をゆっくりすることでこの果肉が残ったままいい食感が楽しめるわけですね。この富士山ミルクも富士山プレミアム牛乳使われてるっていうことなんですけども、牛乳 100% っていうことでこだわってる作業っていうのはありますか？素材を選ぶときに県産の牛乳もいろいろあるんですけども、その中でもうちのフルーツのジェラートに合うミルクのジェラートってどんなんだろうなっていうのをいろいろ牛乳を試飲させてもらった中で、富士金の富士山プレミアム牛乳が一番うちのフルーツのジェラートと合うなって思って、それで選定させていただいてたので、僕らのこだわりの牛乳を使わせてもらってるっていうような感じですね。基準としては別のフルーツのジェラートに合うかどうかで決めたんですね。そうなんですね。濃厚だと思うんですけど。濃厚ですね。甘いと濃厚ザ牛乳っていう感じのジェラートになってますね。富士山ミルクのこのジェラートはフルーツに合う味と聞いたので、ちょっと一緒に食べてみたいと思います。合いますね。こんなに喧嘩しないものなんですね。ここまでお互いが主張しすぎないので、こう2つ一緒に食べてもとっても美味しいです。でもどちらも味も舌の上でちゃんと感じます。一緒に食べてもブルーベリーはブルーベリー、ミルクはミルクでき
ちんと感じられる味になっていて、でもちろんこの果肉もしっかり感じられる味になっています。この一緒に食べるのもおすすめの食べ方ですね。ブルーベリーの濃さに負けないと思います。負けないですね。うちのフルーツのジェラートが濃いので、普通のミルクでミルクのジェラートを作りますと負けちゃうんですね。ミルクさ、プレミアムクリームを使うとお互いがいい感じのバランスでちょうどいい仕上がりになります。これはリピートしたくなっちゃいますね。常連さんがこう何回も食べに来るっていう気持ちがなんかすごくわかります。本当にすごく美味しいです。結構いろいろ組み合わせが楽しめるのがいいですよね。他にもフルーツでジェラートたくさんありますので、お客様なりのそのオリジナルの掛け合わせ方で楽しまれるといいのかなと思います。確かに今回このブルーベリーにしたんですけども、富士山ミルクとにかく濃いので巨峰とか桃とかと合わせてみても楽しめる味ですよね。本当にブルーベリーなんでこんなに美味しいんですか？美味しいですよね。ブルーベリーの農家の皆さんとよくお話をしますけども、鳴沢村で今特産というかですね、ブルーベリーとして生産をされてますけども、皆さん非常にこう丁寧に育てられてますし、情熱を持って皆さん作ってらっしゃるので、僕らは丁寧に下準備をして、そして農家さんの思いをそのまま丁寧にジェラートにしてるんで、生産者僕らの思いがそのままジェラートに乗ってるんで、そういったところも美味しさの秘訣かもしれませんね。すごい熱い思いがあってこの一品ができるんですよね。やっぱり農家の皆さんが美味しいブルーベリーを作るからこそブルーベリーを美味しくできているというのは間違いないです。これはたまらないですね。量は大丈夫そうですか？すごい多いんですよ。ボリューム満点です。このダブルで大満足する味と量になってますね。どれが一番お好きでした？ブルーベリー、富士山ミルクです。富士山ミルク。おー、圧倒的人気ですね、富士山ミルクは。僕はやっぱり全部好きですけども、桃、巨峰、ブルーベリー、こういったフルーツのソルベが好きですよね。フルーツいいですね。1年でどれくらいで変わるものなんですか？2ヶ月とか3ヶ月に1、2分は新しいメニューを入れていきますので、ただ桃と巨峰に関しては通年やっていく予定です。その他のフレーバーに関してはこれから秋から冬にかけては柿ですとか栗ですとか、春先になったら今度はイチゴとか、そういったフレーバーを導入していきます。新作はインスタをフォローしてたら分かるとかそういうのあるんですか？インスタグラムフォローしていただければリリースの情報をお伝えしますので、ぜひフォローお願いします。ごちそうさまでした。今回いただいた富士山ミルクのジェラートとブルーベリーのジェラート、2つともとにかく濃い味で、この2つの味だけでとても大満足できるジェラートです。ぜひ食べに来てみてください。ごちそうさまでした。信玄餅ラテを一つお願いします。はい、かしこまりました。信玄餅ラテになります。はい、ありがとうございます。続いてこちらの信玄餅ラテいただきたいと思います。すごいボリューミーで大きいですね。美味しそう。いただきます。ちなみにこの信玄餅ラテも今のところこちらの店のみですよね。よく混ぜて飲む方がいいですね。溢れそう。あ、でも出てこない。ちょっと早速いただきます。すごいきな粉の味が今しました。きな粉の味のするもの、何が入ってますか？きな粉のアイスと手作りのきな粉の餅が入ってます。なるほど。ゼリーっぽいのがいるんですけど、こちらは何？黒糖ゼリー。黒糖ゼリーなんですね。またこれも富士山ミルクを使用しているらしいんですけども、こちらも味がすごく濃くて美味しいですね。これはなんでこう販売しようと思ったんですか？ジェラートとあとは創作スイーツということで、新潟のですね、有名なレストランさんと一緒に共同開発で
開発した商品なんですけども、それで新潟のパティシエの方が信玄餅を船り流にアレンジしたらどんな感じになるんだろうということでイメージして作ってくださったそういう経緯があるんですけども、やはりジェラートだけじゃなくてちょっとオリジナリティのある飲み物も用意したらより面白いんじゃないかということで用意させていただきました。こう今作るところを見させていただいたんですけど、こうすごくいろんなものを使っているんですけど、味がちゃんとまとまってます。信玄餅ラテっていうだけあって信玄餅の味がします。きなこアイスとかきなこ餅とか黒糖ゼリーも入っているんですけど、お店で全部手作りなんですよね。なのでなんかこうそれぞれねこう味を邪魔しない一本のラテになっていてすごく美味しいですね。でソース、こちらは黒蜜のソース。すごく甘いというよりスッと飲める系スイーツで美味しいです。やっぱり私山梨県民なので信玄餅すごく好きなんですよ。このドリンクで信玄餅が味わえますよね。黒糖ときな粉とお店手作りの信玄餅が入ってちっちゃいんですよ。なのでこうちゃんとストローでスッと入ってきて食べれるお餅も入っているので、この1本で信玄餅味わえます。お餅ってこう冷やしたりするとこう硬くなったりしちゃうじゃないですか。でもちゃんと口に入れても柔らかい食感のまま残ってるんですけど、これなんかやっぱ作る時にこだわってるんじゃないですかね。作りすぎちゃうとすぐ硬くなっちゃうんで、こうやって毎日毎日一個一個やってるんですか？ほぼ毎日仕込みをします。新鮮なそう、まあ、前の日に作ったのもちょっともう硬くなっちゃいますよね。なるほど。作りたてのお餅だけを利用しているので、だからじゃあこの冷たい飲み物の中に入れてももちもちの食感が残ったままなんですね。なるほど。お店ですごいこだわってらっしゃいますね。どこを飲んでも信玄餅なんですね。こう上にアイスが乗ってたりクリームが乗っかっていたり餅が乗っかってたりとかするんですけど、どこをこう混ぜて飲んでも本当に信玄餅の味です。いやこれお餅本当すごいですね。すごいもちもちしてます。船りジェラテリアさんはドライブスルーもあるので、ドライブスルーでこう買って運転しながら飲むこともできるので、こちらもすごくおすすめです。ゼリーを砕いたのは餅と一緒にストローで吸った時に全ての土台が入るように砕いてあります。黒糖ゼリーをお店で作ってこう切られてるのはじゃあそういう理由なんですね。牛乳も結構いろんなものを試しましたけども、結局は富士山プレミアム牛乳が一番合うよねって思いましたね。ジェラートのフルーツだけじゃなくこのお店の黒糖ゼリーとか信玄餅とかにも合うんですね、富士山プレミアム牛乳が。ごちそうさまでした。こちらの信玄餅ラテも富士河口湖町産の牛乳を使っているこだわった一品ですので、ぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。この信玄餅ラテはこのお店でしか飲むことできないので、ドライブスルーの際にもぜひ飲んでみてください。美味しかったです。ごちそうさまです。お名前お伺いしてもよろしいでしょうか。はい、船りジェラテリアの榎木原と申します。よろしくお願いします。はい、榎木原さんもよろしくお願いいたします。お願いします。はい、このお店のこだわりを教えてください。はい、このお店は山梨県産のフルーツを使ったジェラートの専門店というところで、県産の新鮮なフルーツを使ったジェラートというのがおすすめのポイントになってます。こう何種類か種類がある中で今一番おすすめのメニューは何になりますか？今おすすめは先ほど召し上がっていただいたブルーベリーですとか、あと今このシーズンは桃、巨峰、そしてシャインマスカット、こういったところが今の旬の果物になってますので、このジェラートがおすすめです。フルーツ系の旬のものが今おすすめということで、船りさんってこの富士河口湖町にもほうとう屋さんがあるんですけども、はい、ありがとうございます。どうしてジェラート屋さんをしようと思ったんですか？僕らほうとう屋さんをやらせていただいているんですけども、ほうとうをずっとやっていく中で最後にお客様がデザートを求められるケースがやっぱり多かったんですね。そこでほうとう屋さんなのでデザートを出していないので、ここに何か船りとしてお客様のニーズを満たすもの、どういったものがいいかなって考えていたところ、では県産のフルーツを使ったジェラートなんかはお客様のニーズに合致するのかなということで、それで出させていただいたという経緯になりますね。
じゃあ139号線沿いにあるほうとうふなりさんで熱々のほうとうを食べてからふなりジェラテリアさんで冷たくて甘くて美味しいジェラートをデザートとして食べるのもおすすめですかね。はい、おすすめのコースになってます。あとこちらのお店ジェラート屋さんとしてはすごく珍しくドライブスルーがあるんですけども、はい、そうなんです。なんでドライブスルー始めようと思ったんですか？はい、河口湖町はやっぱり日本でも有数の観光地ですので、やはりどこに行っても混むじゃないですか。そうですね。待ち時間も非常に長くなってしまうので、そこで僕らとしてはこの店を出す前からスイーツデザートのお店を出す時は必ずドライブスルーでお客様の待ち時間ですとか降りて買いに来る手間ですとか、そういったものを省いてなるべくリピートしやすいようなお店ということでドライブスルーを準備させていただきました。じゃあ地元のお客様も県外からちょっとこうレンタカーで来たお客様でも、はい、こうドライブスルーでそうですね、スッと変えて、はい、ちょっと混みそうだなと思ったらドライブスルーで買うのもおすすめですね。はい、おすすめです。特に地元のお客様なんかはドライブスルーでサクッと買って帰られるのすごくおすすめですよ。はい、最後にこの動画を見ている方たちにメッセージがありましたらお願いします。はい、ケーブルテレビ河口湖チャンネルをご覧の皆様、ご自分用はもちろんのこと蓋付きのお土産用のジェラートもご用意してあります。便利なドライブスルーもございます。皆様のお越しを心からお待ちしております。よろしくお願いします。ごちそうさまでした。山梨県産のフルーツや富士河口湖町産の牛乳を使ったジェラートはもちろん信玄餅ラテもとっても美味しかったのでおすすめです。ぜひ食べに行ってみてください。ごちそうさまでした。